皆さん、こんにちは。アドの新曲エルフがリリースされました。この楽曲は TBS 系金曜ドラマクジャクのダンス誰が見たの主題歌として書き下ろされ、作詞・作曲を手掛けたのはテニオ派。アドの圧倒的な表現力と孤独を抱えながらも生き抜く力強いメッセージが融合した壮大なバラードとなっています。リリース直後から国内外のリスナーの心を揺さぶり、 YouTube や SNS では外国人のリアクション動画が急増しています。なぜ日本語の楽曲であるにもかかわらず、言葉の壁を越えて世界中の人々の心を震わせているのか。今回は楽曲の持つ感情表現、歌詞の意味、 MV の物語などを徹底考察し、エルフが世界で評価される理由、そして残酷な未来を生き続けることに意味はあるのかという問いに迫ります。エルフに込められた物語とその悲しみ。エルフとは何か。エルフとは北欧神話やファンタジー作品に登場する種族で、美しく高貴で長寿だが人間とは異なる存在とされています。長寿で1000年を生きる存在、美しい容姿を持つが人間とは異なる種族、魔法や精霊と深い関わりを持つ、人間社会とは距離を置き森に住む孤高の存在。このような特徴からエルフは神秘的でありながら孤独と疎外感を抱えた存在として描かれることが多いのです。 MV に描かれる悲劇。エルフの MV では一人の少女とエルフの切なくも残酷な運命が描かれています。幼い頃、少女はエルフの羽に救われました。成長した少女は命を救ってくれたエルフに感謝を伝えるためにもう一度会いに行こうとします。しかしそこには想像もしなかった現実が待っていました。エルフは人間社会では怪物として扱われ、外の世界との交流を断たれてしまったのです。少女は門の前で必死に叫びますが、エルフには決して会うことができません。彼はたった一人1000年の孤独を生き続ける運命を背負っていきました。かつて人間を救った存在が今は疎まれ隔離され誰とも会えない運命にある。これはただのファンタジーの物語ではなく、人間社会の持つ偏見や恐れ、そして理解されない孤独を象徴的に描いたものなのです。なぜ世界中の人が涙を流すのか。エルフが世界中で評価され、言葉がわからないはずの海外リスナーまで涙を流す理由は大きく3つあります。1、アドの圧倒的な感情表現。彼女の歌声はただ歌詞を届けるだけではなく、感情そのものを音に乗せる力を持っています。特にエルフでは叫ぶような歌声がまるでエルフ自身の魂の叫びのように響きます。走りなさい、早く、もっと早く、悲しみに追いつかれないように。この歌詞は少女が逃げるように駆け出す姿と重なり、その焦燥感がリスナーの心に直接伝わります。2、日本語の美しさ。日本語は母音が多く、音の響きだけで感情を伝えることができる言語です。高らか鳴らせ、その心臓は最後の一打ちまで君のものだ。このフレーズは言葉の意味を知らなくても音だけで強い意志が感じられます。3、MV のストーリーが持つ普遍的なテーマ。エルフの孤独少女の叶わぬ願い、感謝を伝えたいのに伝わらない悲しみ。これらは言語や文化を超えて誰もが共感できるテーマだからこそ、世界中の人がこの楽曲に心を揺さぶられるのです。残酷な未来を生き続けることに意味はあるのか。エルフは人間社会から拒絶され、1000年もの孤独のうちに生き続ける。誰とも会えず、誰にも認められず、それでも生きていかなければならない人生に意味はあるのか。これはエルフだけの問題ではなく、現実世界に生きる私たち自身にも突きつけられる問いです。しかしこの物語は決して絶望だけを描いているわけではありません。少女は成長してもエルフを忘れずに会いに行こうとしました。それはエルフがかつて彼女を救ったから。たとえどんなに孤独であっても過去に誰かを救った事実は消えない。それこそが彼の生きる意味なのかもしれません。どんな人生にも必ず意味がある。
アドのエルフはそのメッセージを私たちに問いかけています。まとめ、アドのエルフがなぜ世界中で評価され、言葉の壁を越えて人々の心を震わせるのか。その理由は圧倒的な歌唱力と表現力、日本語の持つ響きの美しさ、そして MV が描く普遍的なテーマにありました。この楽曲がこれからどのように世界に広がっていくのか、ますます注目が集まりそうです。あなたはどう感じましたか？コメントで感想をぜひ教えてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。